にちは。こんにちは。今回はうまくいってる人の心の中を探検です。はい。心の中を探検。はい、そうですね。今回は、いつもとちょっとだけ趣旨を変えて、はい。めぐる結構な人間ウォッチャーっていうのと、はいあと仕事柄人生楽々モードでうまくいってる人と会う機会が非常に多いので、自分の中でうまくいっている人の特徴なるものは割と明確にあるんです。そうなんですか。はい。なぜ今まで一度も言わなかったんですか？いやいや、ちょいちょいは言ってきたと思うんですね。うんただ、それを言うと、うん全然当てはまってないから私は叶わないじゃんとかね。あ叶わないに舵を切り始められても嫌だなと思ったので、はいあんまりそこまで言ってこなかったんですが、はい最近は自分の人生は自分が作るしかないっていう、チャンネルの趣旨も分かってくださる方が多いなと思っていて、はいたまにはこういう回の動画があってもいいのかなと。はいただね、くれぐれも型にはめるための動画のつもりは全然ないので、ほんと参考までにしてくださいっていう感じです。はい。たまにはね、いいかもしれないね。はい。というわけで、めぐるの思う、うまくいってる人はこんな人と題して5つお送りします。わーあはい。これ1位とかじゃないですから、順不動です。はい。まず1つ目。うまくいっているのはこんな人。1つ目。じゃーん。能天気。能天気。はい。能天気とは辞書では、のんきで何事も深く考えない様と定義されています。はい。経営者だとか、大きな会社の会長さんだったとしてもそう。もちろんですよ。論理的思考力は抜群ですし、いざとなったら論でやり込めそうな人ばかりなんですけど、でいろいろ緻密にもすごく考えられる人たちなんですけど、けど最後はなるようにしかならんみたいな腹くくってる感じ、深刻になりすぎない感じがすごくあるなと思ってます。はい。でこれは別に経営者じゃなくても誰にでも当てはまるんじゃないかと思って一つ目に挙げました。なるほど。深く考え、深刻になるっていうのは、エゴの役目でもありますしね。そうそう。エゴが出てきても、それに必要以上に構う感じの人はあまり、というかほとんどいないですね。はい。では次は。はい。次のうまくいっている人はこんな人。二つ目。どこ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 。じゃん。明るい。明るい。それだけ？はい。それだけ。うまくいっている人ってやっぱり明るいんですよね。よく笑ってるし、さっきの深刻になりすぎないっていう話も関係すると思うんですけど、明るいよねって思います。で、これって、暗いとダメなのかみたいな話になるとそういうわけでもないんですけど、めぐるがいつも思ってるのは、日向と日陰ってありますよね。はい。で、気分が暗い時にね、ジメジメした日陰だけを選んで歩きたいって思います？思わないですね。少しでも明るい気分になりたくって、日向を歩きたいと思うかもしれません。はいはい。だからジメジメした日陰だけを選んで歩きたいみたいに積極的には思わないっていうか、そういうね、なんというか、少しでも光のある方に行きたいっていうのは人間の本能なんじゃないかって思ってるんです。で、それこそが普段はあんまりこういう言葉は使わないんですけど、波動とかエネルギーみたいなことに関係してるんじゃないかと思ってるんですね。で、明るいっていうのは単純にエネルギーが強いというか高いというか、そういう感覚がすごくしてます。なるほど。明るいって別にギャーギャー騒ぐことを指してるわけじゃないよね。はい、全然違いますね。その人が持っている、なんというか明るい部分というかね、それがよく見える感じっていうと分かりやすいですかね。あくまでめぐるの印象ですけど、それもうまくいっている人に対していつも非常に強く感じていることです。なるほど。一人一人にもともと持っている明るい部分っていう言い方いいね。はい。わかりやすかったです。あ、そうですか。よかったです。はい。では次は。はい。うまくいっている人はこんな人。3つ目は、どこ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 。じゃん！素直。素直か。辞書を引くと考え、態度、動作がまっすぐなことってありますよね。そうそう。まっすぐな感じが伝わるんですね。
策略を立てるとか、相手を丸め込むとか、どうにかしてやろうみたいな邪気がないというか、まあちょっと伝わらなかったらすみません。それは相手をコントロールしたがるっていうことと関係ありますかね？まあそういう難しい話でもなくて、ただまっすぐな感じが伝わるんですね。でこれはですね、めぐるは一緒にお仕事してきた著者のおそらく8割ぐらいの人には言われてきてるんですよ。素直って大事だよとか、素直って結局道が開けるよみたいなね。だから割と真理じゃないのかなっていうふうにすごい勝手に思ってます。でも素直って当たり前にできることのようで、実はとても難しいかもしれないね。だって彼に対してだって裏腹な態度ばかり取ることはあるわけだし。そうなんですよ。ドラマとかでもさ、盛り上がったりハラハラするっていうのも、裏腹の態度を取っちゃって、それが取り返しがつかなくなったりするところが面白かったりもするじゃないですか。だから、素直になれないことが悪だなんて言うつもりは毛頭ないんですけど、単にだからうまくいってる人って素直な気がするよってことが言いたいんですね。はい。素直ってどうすれば素直になれるんですかね？素直になろうと思うだけじゃないですかね。まあそうなんだけどさ、逆にそう言われると難しいよね。でもまさにそう思うからそうなるですよね。素直になると思うから素直になった。そのぐらいの感じでいいんですよ。そして素直になれなくて彼に悪態ついても自分は責めない。こんな感覚です。なるほど、そうだね。そのくらいの感覚でいたらいいわけですね。はい。はい、じゃあ次のうまくいってる人に行きましょうか。はい。4つ目のうまくいっている人はこんな人。どこ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 。じゃん！軽やか。これはわかる気がします。本当に軽いよね。重さが全くないです。これも深刻さがないって話にも通じるんですよね。で、軽やかっていうのは今みたいに激動と言えるほど変化のある時代で柔軟に対応できることも意味すると思うんです。例えばですけど、意固地に一つの意見にいつまでもこだわらないとか、違うと思ったらささっと変えられるとか、そういうのって、潜在意識で願望成就云々の前にあっていい心の力のような気がするんですね。心の力。はい。心の筋力は鍛えておきたいじゃないですか。思いって文字通り重いんですよ。例えば彼にどうして何々してくれないのって詰め寄るのも一つの重い例だと思うんですけど、しょっちゅうこんなことばっかり言われてたら、言われた側の方がズドンって重くなるじゃないですか。まあそうだよね。でも言ってる方は自分の正当性を主張するから、私が気分が悪いのはあんたのせいだってなると思う。いやでもね、気分が悪いのを彼のせいにしたいのはわかるんですけど、いつまでもそれやっててもさ、自分も彼も重いままで全然楽しくないんですよ。気分が悪いっていうのもエゴの仕業だったりもするんですけど、エゴだと気づいて距離を置くっていうのは一つのやり方ではありますよね。そんな風にしてるうちに思考に支配されることも少なくなりますし、そうすると不思議と軽くなっていくんじゃないかなと思います。はい、そうですね。では最後の一つは？はい。うまくいっている人はこんな人の5つ目はどこ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 。じゃん！ありがとうをよく言う。最後までシンプルだね。はい。ありがとうってとりあえず言ってるのか本当に思ってるのかって絶対相手に伝わる単語の一つだと思うんですね。でどうせ言うならちゃんとありがとうって言いたいですよね。うまくいってる人ってありがとうってちゃんと言うんですよね、これが。であれは何なんですかね。習慣化しちゃってんのかな。でもそのありがとうって言われて腹立たしいって思う人はなかなかいない。そういういい言葉でもあると思うんですね。だから意識して使ってみようと思うところから始めてもいいかなとは思います。はい。しかしそれにしても5つ並べるとさ、能天気、明るい、素直、軽やか、ありがとうを言うってはすごいシンプルだね。複雑化しそうなことがないっていうのが共通してるなと改めて思いました。はい。これおバカって意味でもないんですよね。深刻にはならないけど、目の前のことには常に真剣ですしね。だからエゴのあれこれのささやきよりも、
自分の在り方、生き方、こうしたいみたいな自分にベクトルが向いているっていうのは共通して言えるかもしれないですね。そうですね。でも、これらの話も、ポメレンがこれまでずっと言ってきてることにびっくりするほど被っていることでもありますよね。もうそうなんですよ。だから本質的なことって感じとも言えるかもしれないですね。そうかもしれないですよね。皆さんも何かヒントにできるところはしていただきたいですが、別にこれが絶対だって言いたい動画でもないので、そのあたりはご了承いただければと思います。はい。できないものをやらなきゃっていうのが一番自分を苦しめるので、そういう方向にはいかないでくださいと思います。はい、そうですね。というわけで今回はこの辺でご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。